年末の一日、芥川龍之介。僕は何でも雑木の生えた寂しい崖の上を歩いていった。崖の下はすぐに沼になっていた。そのまた沼の岸寄りには水鳥が2羽泳いでいた。どちらも薄い苔の生えた石の色に近い水鳥だった。僕は格別その水鳥に珍しい感じは持たなかった。が、あまり翼などの鮮やかに見えるのは不気味だった。僕はこういう夢の中からガタガタいう音に目を覚ました。それは書斎と鍵の手になった座敷のガラス戸の音らしかった。僕は新年号の仕事中、書斎に寝床を取らせていた。3軒の雑誌社に約束した仕事は3編とも僕には不満足だった。しかし、とにかく最後の仕事は今日の夜明け前に片付いていた。寝床の裾の障子には竹の影もちらちら映っていた。僕は思い切って起き上がり、ひとまず高架へ小便をしに行った。近頃、このくらい小便から水蒸気の盛んに立ったことはなかった。僕は便器に向かいながら、今日は普段よりも寒いぞ、と思った。おばや妻は座敷の縁側にせっせとガラス戸を磨いていた。ガタガタ言うのはこの音だった。袖なしの上へたすきをかけたおばは、バケツの雑巾を絞りながら、多少僕にからかうように、お前、もう12時ですよ。と言った。なるほど12時に違いなかった。廊下を抜けた茶の間には、いつか古い長火鉢の前に、昼飯の支度も出来上がっていた。のみならず、母は次男の隆史に牛乳やトーストを養っていた。しかし僕は習慣上、朝らしい気持ちを持ったまま、人気のない台所へ顔を洗いに行った。朝飯兼昼飯を済ませた後、僕は書斎の置きごたつへ入り、2、3種の新聞を読み始めた。新聞の記事は、諸外社のボーナスや羽子板の売れ行きで持ちきっていた。けれども僕の心持ちは少しも陽気にはならなかった。僕は仕事を済ませるたびに妙に弱るのを常としていた。それは防護の疲労のようにどうすることもできないものだった。K 君の来たのは2時前だった。僕は K 君を置きごたつに生じ、差し当たりの用談を済ませることにした。島の背広を着た K 君は、元は法典の特派員、今は本社詰めの新聞記者だった。どうです？暇ならば出ませんか？僕は用談を済ませた頃、じっと家に閉じこもっているのは、やりきれない気持ちになっていた。ええ、4時頃までならば。どこかお出かけになる先はお決まりになっているんですか？ K 君は遠慮がちに問い返した。いいえ、どこでもいいんです。お墓は今日はダメでしょうか？ K 君のお墓と言ったのは、夏目先生のお墓だった。僕はもう半年ほど前に、先生の愛読者の K 君にお墓を教える約束をしていた。年の暮れにお墓参りをする。それは僕の心持ちに必ずしもぴったりしないものではなかった。じゃあお墓へ行きましょう。僕は早速街灯を引っ掛け、K 君と一緒に家を出ることにした。天気は寒いなりに晴れ上がっていた。狭苦しい道坂の往来も普段よりは人足が多いらしかった。門に立てる松や竹も田畑青年団詰所とかいう板吹きの小屋のそばに寄せかけてあった。僕はこういう街を見たとき、幾分か僕の少年時代に抱いた師走の心持ちのよみがえるのを感じた。僕らはしばらく待った後、五国島へ行きの電車に乗った。電車は割合に混まなかった。K 君は街灯の襟を立てたまま、この頃先生の短冊を一枚やっと手に入れた話などをしていた。すると、富士前を通り越した頃、電車の中ほどの電球が一つ、
偶然抜け落ちて粉々になった。そこには顔も身なりも悪い24、5の女が一人、片手に大きい包みを持ち、片手につり革につかまっていた。電球は床へ落ちる途端に彼女の前髪をかすめたらしかった。彼女は妙な顔をしたなり、電車中の人々を眺め回した。それは人々の同情を、少なくとも人々の注意だけは引こうとする顔に違いなかった。が、誰も言い合わせたように全然彼女には冷淡だった。僕は K 君と話しながら何か拍子抜けのした彼女の顔におかしさよりもむしろ儚さを感じた。僕らは終点で電車を降り、締め飾りの店などできた街を雑司ヶ谷の墓地へ歩いて行った。大イチョウの葉の落ち尽くした墓地は相変わらず今日もひっそりしていた。幅の広い中央の砂利道にも墓参りの人さえ見えなかった。僕は K 君の先に立ったまま右側の小道へ曲がっていった。小道は要餅の生垣や赤錆の吹いた鉄柵の中に大小の墓を並べていた。が、いくら先へ行っても先生のお墓は見当たらなかった。もう一つ先の道じゃありませんか？そうだったかもしれませんね。僕はその小道を引き返しながら、毎年12月9日には新年号の仕事に追われるため、めったに先生のお墓参りをしなかったことを思い出した。しかし、何度か来ないにしても、お墓の所在のわからないことは、僕自身にも信じられなかった。その次のやや広い小道も、お墓のないことは同じだった。僕らは、今度は引き返す代わりに、生垣の間を左へ曲がった。けれども、お墓は見当たらなかった。のみならず、僕の見覚えていたいくつかの空き地さえ見当たらなかった。聞いてみる人もなし。困りましたね。僕はこういう K 君の言葉に、はっきり霊障に近いものを感じた。しかし、教えるといった手前、腹を立てるわけにもいかなかった。僕らは、やむを得ず大イチョウを目当てにもう一度横道へ入っていった。が、そこにもお墓はなかった。僕はもちろんイライラしてきた。しかし、その底に潜んでいるのは、妙にわびしい心持ちだった。僕はいつか街灯の下に、僕自身の体温を感じながら、前にもこういう心持ちを知っていたことを思い出した。それは、僕の少年時代に、あるガキ大将にいじめられ、しかも泣かずに我慢して家へ帰った時の心持ちだった。何度も同じ小道に出入りした後、僕は古敷身を焚いていた墓地掃除の女に道を教わり、大きい先生のお墓の前へやっと K 君を連れて行った。お墓はこの前に見た時よりもずっと古火を加えていた。おまけにお墓の周りの土もずっと霜に荒らされていた。それは9日に手向けたらしい春菊や南天の束の他に何か親しみの持てないものだった。K 君はわざわざ街灯を脱ぎ、丁寧にお墓へお辞儀をした。しかし僕はどう考えても今更天然と K 君と一緒にお辞儀をする勇気は出にくかった。もう何年になりますかね。ちょうど9年になるわけです。僕らはそんな話をしながら五国寺前の終点へ引き返していった。僕は K 君と一緒に電車に乗り、僕だけ一人富士前で降りた。それから東洋文庫にいるある友達を訪ねた後、日の暮れに銅坂へ帰り着いた。銅坂の往来は時刻柄だけに前よりも一層混雑していた。が、庚申堂を通り過ぎると人通りもだんだん減り始めた。僕は受け身になりきったまま、つま先ばかり見るように風立った道を歩いていった。すると、墓地裏の八幡坂の下に、箱車を引いた男が一人、舵棒に手をかけて休んでいた。箱車は、ちょっと眺めたところ、肉屋の車に近いものだった。が、そばへ寄ってみると、横に広い跡口に、
東京エナ会社と書いたものだった。僕は後ろから声をかけた後、ぐんぐんその車を押してやった。それは多少押してやるのに汚い気もしたのに違いなかった。しかし力を出すだけでも助かる気もしたのに違いなかった。北風は長い坂の上から時々まっすぐに吹き下ろしてきた。墓地の樹木もその度にさーっと葉の落ちた梢を鳴らした。僕はこういう薄暗がりの中に妙な興奮を感じながら、まるで僕自身と戦うように一心に箱車を押し続けていった。